皆さんこんにちは。尺八ウッチーチャンネルです。いつもありがとうございます。今回は何かのきっかけで尺八の音色の素晴らしさに惹かれて、尺八を趣味としてやってみたいなと思われているけれども、どんな尺八をどこで買ったらいいかわからなくて悩んでいるうちにチャンスロスを起こしている方を対象としたお話を私なりにさせていただきます。本題としては、初めての尺八の買い方についてとします。4つのお話をします。1つ目は尺八の長さ。どんな長さのものを買ったらいいのか。2つ目は尺八の穴の数。何個穴が開いてる尺八を買ったらいいのか。3つ目は尺八の材質、材料。どんな材料でできた尺八を買ったらいいのか。最後4つ目は竹の材料の尺八を買う場合、どこでどのようにして買ったらいいのか。この順番で解説していきます。まず1つ目、尺八の長さについてお話しさせていただきます。標準の長さは尺八の名前の通り一尺八寸。一尺八寸の中の漢字を取って尺八としています。全体の長さが長くなるほど音は低くなります。全体の長さが短くなるほど音が高くなります。長さはすべて一寸刻みで、音は一寸刻みで半音刻みになります。ちょうど今梅雨の季節で雨が多いです。長崎は今日も雨だったのサビの部分をいろんな長さで吹いてみます。まずこちらの方が一尺八寸、標準の長さになります。それでは一寸短い一尺七寸間で吹いてみます。半音音が高くなります。こちらの方になりますね。これだけ差がありますね。それではさらに半音高い音、一寸さらに短い竹、一尺六寸間、先ほど吹いたのが一尺七寸間、こちらの方が一尺六寸間、こちらが一寸の差になります。こちらの一尺六寸間で吹いてみます。
それでは一尺八寸間より逆に今度は音が低い一寸ほど長い尺八を吹いてみます。こちらが一尺八寸間で、こちらが一寸長い一尺九寸間になります。こちらの一尺九寸間で吹いてみます。なぜこのようにいろんな長さの尺八があるかということなんですけど、民謡などの歌の伴奏で尺八がよく使われておりました。男の人、女の人によって声の高さが違います。で、女の人でも高い声の出る人、標準の声が高い人、低い人あります。それぞれの声の高さで使い分けていくということで、一寸刻みでいろんな長さの尺八があるということです。あくまで標準は一尺八寸間。民謡で言えば女性の声の普通の通常の声の高さということです。いろいろな長さを吹きましたけど、最初に買う尺八の長さはやはり標準の一尺八寸がいいと思います。基本にする音、全部の穴を塞いだ時の音が西洋音楽のリ、波長長でドレミファソラシドのレの音に近い音程になっています。このことは偶然にドレミのレの音程に近いというだけで、昔のコムソが西洋音楽に合わせて尺八を一尺八寸に決めたわけではありません。もともと尺八は独奏楽器だったので、一本一本の長さはあまり重要ではなかったけれども、尺八の普及とともに合奏等の機会が増えて、各人の使用する尺八の音程が揃ってないと不都合になってきて、一尺八寸のものを標準管として統一したという流れがあります。二つ目は尺八の穴の数についてです。標準は5孔尺八。5つ穴が開いている尺八です。こちらの方が1、2、3、4、そして裏に5。これが標準の5つの穴、5孔尺八と言います。それでは7孔尺八、7つ穴が開いている尺八です。こちらの方、長管になるんですが、こちらの方で紹介していきますと、まず1つ目の穴がこちらに、ここに1つ小さい穴が開いてます。そして2つ目の穴、3つ目の穴で、4つ目の穴、そして5個目の穴がここのちょうど継ぎ目のあたりに1つあります。そして6個目の穴、
で、最後、裏に7個目の穴がある尺八。これを7項尺八と言います。そしてもう一個、6項尺八。穴が6個開いてる尺八。これは先ほどの7項尺八のこちらの穴、これがない状態が6項尺八です。これがなくて、1、2、3、4、5で裏で6と。6個穴が開いている尺八が6項尺八になります。大きくこの3種類、5項尺八、6項尺八、7項尺八と3種類の穴が開いている尺八があります。5項尺八で難しいとされている音として、大メリのつ、大メリのハ、この2つの音が難しいとされております。大メリのつは全部閉じた状態、1、2、3、4、5、全部閉じた状態から1項を少しよじって開けて大きく深くメリ吹きするという音です。そして大メリのハ、1、2は閉じて3開けて4項を少し開けて5項は閉じて大きく深くメリ吹き。このように穴を少し開けて大きく深くメリ吹きするということで出る音ですけど、どうしても音の大きさがメリ吹きすることで小さくなってしまって、大メリ以外の音とのバランスが悪く、音の大きさがデコボコになってしまって、さらに初心者の方の場合、不完全なメリだと音程も高くなってしまいがちで、ますます他の音とのバランスが悪くなりがち。この2つの大メリの難しさゆえに嫌気がさしてしまうといったケースが多く見られています。ということで、例えば六項尺八、ここの穴が開いている六項尺八で大メリの歯の音を穴の開閉だけで出せる。そしてもう一個、7項尺八。ここの穴の開閉によって大メリのつの音を穴の開閉だけで出せる。7項尺八。音のバランスも大メリ以外の音の大きさと均等になって違和感なく音が出てくれるので、ノンストレスです。ちなみにこちらの7項尺八で大メリのつの音を出してみますと、まずこちらの穴を押さえて、押さえて、押さえて、で、押さえて、押さえて、押さえてと。これがロツレチハ音階でいうところのロの音になります。これで大メリのつの音を出すには、こちらの小指のここの穴を開けてやれば大メリのつの音になります。
それから七甲尺八の大メリの刃の音。こちらの穴を開けるだけで大メリの刃の音が出ます。ただ、六甲、七甲尺八は音色と音階は平均化してしまうので、五甲尺八のような特有の音楽的個性が薄くなるということもあります。ここからは私の意見になりますけど、結論は最初に買う尺八の穴の数は、ズバリ七甲尺八がいいのではないかと思います。その理由は、初心者の方は五甲尺八、穴が5個開いているだけの尺八ですと、大メリの音がなかなかうまくいかずに、嫌気がさして、尺八を諦めてしまうという最大のリスクを感じるからです。まず、六甲尺八、あるいは七甲尺八で、尺八の音色の素晴らしさを味わってから、五甲尺八で大メリに取り組んでいった方がいいのではないかと思います。ちなみに、六甲、七甲の尺八は、五甲尺八の穴以外の2つの穴を、例えばセロハンテープなどで塞ぐことで五甲尺八に簡単に変身します。つまり、最初に七甲尺八を買えば、それが六甲尺八にもなるし、五甲尺八にもなるということです。ちょっとテープで貼ってみますね。こちらの方の穴、ここにテープがありますのでね、これでこちらの1個をテープで塞ぎます。テープで。そしてもう一つの穴。ここをテープで塞ぎます。そうすると普通の五甲尺八と同じ形になります。まずは七甲尺八で練習を始めて、尺八の素晴らしさを体感してから、五甲尺八へと移行していけば、スムーズにステップアップしていけるのではないかと思います。これはあくまでも私の個人的な意見です。先生によっては、五甲尺八じゃないと尺八じゃないよと言われる先生もおられます。特に古典本曲をする場合は、五甲尺八で雰囲気が出ますので、五甲尺八を勧められると思います。民謡絡みの尺八の先生は、音の大きさがバランスよく出る七甲尺八を勧められる方が多いです。大メリのつ、大メリの刃の音が小さくへこんでしまうと、民謡の伴奏として盛り上がらないということがあります。
独学ではなくて、先生に習われていらっしゃる方は、その先生の言われる通りにしてください。何が正解というものはありません。私も20年以上尺八を習っています。地方の民謡の会にも入会して、民謡の伴奏をしていたこともありました。民謡尺八の先生からは、私の吹いている五香尺八を見て、早く穴を開けて七香にした方がいいよとよく言われました。が、五香尺八で吹き続けました。その理由は、亡き父も尺八を習っていたのですが、父の遺言で五香尺八に穴を開けるなと言われたことです。ただそれだけの理由です。尺八を始めた頃だったので、なんで穴を開けたらいけないのか、理由はよくわかりませんでした。結果、今まで五香尺八を吹き続け、大メリの津、大メリの葉の音には今でも苦労しています。かなり回り道をしているような気はします。その反省も込めて、初心者の皆様は最初は七香尺八を吹いて、徐々にテープで穴を塞いで五香尺八にシフトすれば、もっと楽しく尺八ライフが送れたかもということがあります。選択肢を広げてみたらどうかということです。続いて3つ目、尺八の材料について、これをお話ししていきます。尺八は竹製というイメージがありますが、プラスチック管、グラスファイバー管、メタル管、木製、木と竹の合築と、竹以外にたくさんの種類があります。値段的には、プラスチック製が5000円から2万円ぐらいのもの。グラスファイバー管が1万8000円ぐらい。メタル管が6万から高いところでは30万、40万。木製は1万円から6万円ぐらい。木と竹の合築は2万5千円から8万円ぐらい。と、いろいろ幅はありますが、だいたいそんな、ざっくりといえばそういう値段の体系になると思います。プラスチック管で言えば、具体的なところを挙げると、法政堂さんの神奈川県にある法政堂さん、3D プリンターのプラスチック管のろしという商品があります。こちらの方は吹いたことはないんですが、見る限り安定した音が出るのかなという気がします。それからグラスファイバー管で言えば、清月閣さんの弦という商品があります。清月閣さんの弦、レッスン1でも紹介したことがあるんですが、非常に音的にも通常の竹の尺八と変わることはないと思います。
こからは私の意見になりますが、最初は尺八になれるという意味で、竹ではなく、安価なもので馴染んでから、それから竹を買った方がいいと思います。というのは、竹の尺八は一本一本が手作りなので、当たり外れがあるということです。当たればいいですが、外れたら悲劇です。鳴りにくい尺八、音程が合ってない尺八を買ってしまったら、それに気づくまで時間と労力を無駄にするどころか、悪い癖がついてしまったりして、正常に戻すのが大変だったりということが実際にあります。私も初心者の頃、遡って、民謡の伴奏をしてた頃で、一尺五寸間を購入しなければいけないなと考えてた時に、近くの文化ホールで尺八の販売会があるという案内はがきが届いて、で、行ってみたら一尺五寸があったので、吹いてみたら割といい音が出たと思って、竹の尺八一尺五寸間を10万円のところ5万円でいいよと言われたので、これはラッキーだなと思って買って、で、買った後家に帰って実際の曲を吹いたりしてたら、チューナーを見て音程がおかしいことに気づいて大失敗したということがありました。ちなみにそれがこちらの尺八一尺五寸間なんですけど、あんまり最近はもう手に取ることもなかったんですが、ちょっと吹いてみます。なんかチューナーを見てもすごく針がブレてるし、実際に耳で聞いても違和感のある音に気づかれたと思います。こういう失敗をしています。5万円で買ってしまいました。はい、竹の尺八はこのような失敗もあります。それに対して竹以外の尺八は、一つの型を取って、その型から均一な尺八を大量に生産することができます。基準になる型が優れていると、比較的竹と変わらない音が出て、尺八が安価に求められるようになっています。初めて尺八を学ばれる方は、プラスチック製や木製の尺八を使用するのが賢明かと思います。演奏法が合理的でさえあれば十分に楽しむことができます。そして先ほどもお伝えしたように、7孔尺八、7つ穴が開いている尺八だとなお OK かと思います。7孔尺八から穴をテープで塞いで5孔にしたりしながら楽しんでいただければいいのではないかと思います。それでは最後に、プラスチックとか木製の尺八などで練習を進めていって、尺八の良さがある程度わかるようになってから、いよいよ憧れの竹製の尺八を買いたいなと思ったとき、どうすればいいのか、これを最後にお話ししていきましょう。尺八の先生が身近におられれば、相談されたら信頼できる尺八工房を紹介してくれるでしょう。ただ独学の方は、ちょっと尺八工房は敷居が高くて怖いですよね。
値段は5万円くらいから上はキリがないですが、平均的に10万円から20万円くらいの尺八であれば、十分満足のいくものが買えると思います。Google で検索、尺八ネットとか、尺八工房とか、尺八を買うとかで検索したら、いろんな尺八工房が出てきます。その中で、あくまで私が気に入った工房をいくつか見ていきます。まず、東京狛江市泉州尺八工房というのが気になりました。竹製の尺八だけではなくて、メタル尺八にも特化していて、いろいろ魅力的な尺八があるような気がしました。続いて、やはり東京で練馬区の遠藤康弘尺八工房。YouTube の動画にも尺八の演奏でよく演奏動画をアップされておられるんですが、とても尺八の吹奏もうまくて尊敬する先生の一人です。そしてその動画のところで同時に楽譜も登山流と金庫流と2つ並べて出している点もさすがだなと思いました。その方が作られる尺八なので間違いないだろうと思います。続いて群馬県尺八工房関山。こちらの方は福々会にもよく参加してくださるおさむ尺八さんが持っておられる尺八です。で、ネットで調べてみたらやはりしっかりした考えを持っておられる方が作られておられるので間違いないかなと思いました。続いて大阪吹田市一条名尺八というのが気になりました。ちょっと高級感っぽい形にはなるかなと思いますが、間違いないと思います。同じく大阪の豊中市玉水名尺八。これも少し高級な匂いがあるかなと思ったんですが、やはり間違いない尺八と思いました。続いて京都北原聖華堂さん。こちらの方は私が吹いてる尺八、いつも使ってるこちらの尺八になります。非常に艶やかな音が出る尺八で、とっても気に入ってる尺八。私の父の吹いてた尺八をそのまま引き継がさせていただいて、で、1年前に北原聖華堂にも行ってきて、ここの中のメンテナンスとかしていただいたりしました。その時にいろいろお話もさせていただいて、いろんな尺八に対する考え方を教えていただきました。続いて愛媛県尺八工房ジアンさん。こちらの方もネットで見たら非常にしっかりした考えのもとに尺八を作られているみたいです。とても気になりました。そして最後、山口県筑有名尺八工房。こちらの方もネットで見て
気になった工房です。以上、ネットで気になった尺八工房を見ていきました。ネットで見て気になっただけで実際にそこの尺八を手に取って吹いたわけではないので、非常に心もとない案内で申し訳ございません。そして、まだまだたくさんの工房がある中で、紹介できなかった工房さん、本当に申し訳ございません。竹の尺八を考えている方は、実際に各工房のホームページをよく見てみてください。そして、それぞれの工房さんの考え方、思いなどを感じ取って、賛同できるものであれば、コンタクトを取って実際に相談されたらいいと思います。親身になって相談に乗ってくださり、皆様にぴったりの尺八を紹介してくれると思います。高価な買い物、かつ一生の宝物、そして次の世代までつないでいける宝物の買い物なので、妥協せずに納得いくまで探してください。私のような先ほどの失敗をしないように、チューナーを持参して、そのチューナーを見ながら、ロツレチ波音階、基本音階を確認することも重要だと思います。皆様の相性の合う竹の尺八に出会えることをお祈りしております。今日は初めての尺八の買い方について、どんな長さのものがいいのか、いくつ穴が開いているものがいいのか、どんな材質のものがいいのか、そして最後に竹製の尺八をどこで買ったらいいのかをお話しさせていただきました。尺八を今から始められる方の少しでもお役に立てれば嬉しいです。このチャンネルは尺八ファースト、尺八が主役な動画を目指しています。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。